はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルベンディットやっていきます。本日はですね、攻撃特化デイノスクス徹底解説をお送りいたします。アークサバイバルアセンディットにモッド生物から正式採用第3弾としてデイノスクスが実装されました。かなり喜んでいる人たちも多いのかなというぐらいですね、人気の生物でもあったんですが、ケラトサウルス、シパクティヌスに続いて第3弾として実装されております。能力としては攻撃力、あと耐久力という面で能力を持っている超戦闘型の生物となっております。今回はこのデイノスクスに関して基本性能、そしてその能力、そしてテイムについてご紹介していこうかと思います。基本的には戦闘なんですが、それ以外にも少し能力も持っているので、合わせてご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず基本の情報からご紹介していこうかと思います。まず、サドルに関してはレベル74となります。テームに関しては後ほどご紹介しますが70以上となりますので、それよりもプラス4で上げておかないとサドルが作れないということになります。素材、革、繊維、金属と一般的なものになっております。高速についてなんですが、トラバサミ、ダイであれば拘束することができます。あとはチェーンボーラーも効くようですね。倒した場合なんですが、肉、皮、霜降り肉が手に入ります。プラス、タルコスクスの皮も手に入れることができます。続いて、染色部位なんですが、6枠のうち3枠が染色カラーとなっておりまして、一番左のメインカラーと右2つ4番、5番のみ表に出るカラーとなっております。まずメインカラー赤にしてみたんですが、ベースカラーのようなところですね。続いて青にしてみたんですが、このようにちょっと皮膚の上の部分で斑点のところが色変わります。これが4倍。次、ちょっと白くしてみたんですが、主に腹の下のカラー3色が適用されるカラーとなります。マーバッシュカラーになっております。一応、天然で出てくるカラーとしては、こちらの11種類となっております。ブリーディングに関してはですね、卵孵化となっておりまして、巨体ですが、このサイズの卵になっております。孵化に関してはですね、約2時間半になってまして、赤ちゃんの期間が約4時間38分ということになります。そこからで、総時間として1日と22時間18分というぐらいになりますので、割とブリーディングもしやすい生物になっております。続いてここからは能力についてとなります。まずは基本の攻撃、通常の噛みつきですね。続いてエネルギーを貯めてからのギガバイト。そして、尻尾攻撃になります。ちなみにですが、コントロールを押すと、航行します。特に効果はありません。戦闘としては、この3つの能力となります。一つ一つお話ししていこうかと思います。まずは通常の噛みつきなんですが、噛みつきとともに90度以上視点を曲げて噛みつくとです。噛みつきながら、方向転換できます。一気に方向転換しながらできますので、普通に歩いて回るより割と早めに回転できたりします。続いてギガバイト。これなんですが、クールタイムがありまして、15秒のクールタイムが発生します。50% まで貯めないと発生しません。50% 貯まると攻撃がされます。あとは 100% まで貯めると、その分ですね、火力上がるんですが、このように
100% まで貯めるとかなり大きなものと、プラスデバフをつけます。15秒間なんですが、通常当たっていないんですが、動くと血を吹き出してダメージを与えるというものになってます。ギガバイトのエネルギーために関しては移動しながらも貯めることができるので、だいぶ使い勝手が良くなります。そしてデバフに関してはこのように動けば出てくるので、あくまでその場でではなく動いてということになりますのでご注意ください。通常の火力プラス骨折ダメージ、デバフを与えることができますので、かなりダメージとしては大きいものになります。あとですね、尻尾攻撃に関してはノックバックの能力があります。ただしですね、結構判定が微妙で当てるポイントを見極めないと小さい生物にはちょっと当てにくいものになってますね。あとノックバックがめちゃめちゃ飛びますよね。これに関してはですね、結構なノックバック能力はあるんですが、向かってきてるものに対しては飛ばしづらいところがあるようですね。当たり判定の部分が微妙なんで、ジャストヒットするとかなりノックバックするんですが、外れるとあまりノックバックしないということになりますね。以上が戦闘面のお話でした。続いてですね、移動部分なんですが、このようにワニなので水陸両用となっております。地上よりも水面の方が泳ぐのは早いです。そして、このように水面をスイスイ泳いでるんですが、C ボタンを押していただくと、このように水中に潜ることも可能です。もちろんこの状態でもギガバイトすることが可能です。そしてメガピラニア、このように来てるんですが、通常は結構厄介な生物になっているんですけども、このようにですね、メガピラニア逃げていきます。寄っては来るんですけど、近くに来ると逃げていくっていうメガピラニアを怖がらせるという能力が実はあります。ただし、一回寄っては来るので、あまり有効活用できるかどうかは微妙なところですね。倒してしまった方が早いということになりますね。さらにですね、レイノスクス君、ダメージ軽減も持ってます。まず、矢から受けるダメージを 65%、銃器から受けるダメージを 30% 軽減します。クロスボウとかで処分するのは結構難しい生物になってきます。極力恐竜の方がいいかと思います。さらに、頭部に受けるダメージに関しては、あらゆる攻撃を 50% 軽減します。イメージで言うとトリケラのようなイメージですね。頭からの攻撃はダメージを半分カットするということになります。当然ながら他の銃器とかで矢に関してもカットをするので、少数としてカット軽減があります。頭に関してはかなり硬いということになりますので、処分するときはやはり恐竜とかでできれば後ろから攻撃というようなイメージがいいかと思います。これに関してはペットにしたときも有効でして、ボス戦とか他の生物とかもガチンコで勝負した方が火力もありますし、正面からの方が耐久力が高いということになりますので、かなり戦闘で攻撃的に運用する方が有効活用ができるということになります。ちなみにボス戦にも行くことが可能ですので、移動スピード地上だとそんなに機敏に動けるわけではないんですが、他のワニよりは動ける生物にもなってますので、ボス戦としてかなり有効な生物になってきます。ちなみにですが、地上攻撃も可能になっておりますので、地上をしたままショットガンとかで撃ち込んだりも可能です。ドラゴン戦にも一応使えますね。かなり体勢は無茶な体勢になっております。では続いて、ここからはテイムについて。テイムは手渡しテイムとなっておりまして、肉食のテイムとなります。キブルはキブル、U 以上のものでテイムが可能です。その他にあればいいのがリリーセットということになります。詳しくは後ほどご紹介します。生息としてはアイランド、コーチド、アース、センター、どのマップにも登場します。
主に生息域としては、川辺や沼地、カルコスクスが湧くような場所というイメージで捉えていただければいいかと思います。ちなみにスコーチドアースに関しては、オアシスの洞窟とかしていただくと比較的見つけやすいようでございます。今回は撮影用に通常湧く場所とは離れたところで召喚しているんですが、まずテーム上注意しないといけないのが、こちらに出ている通り、レベル70以上でないとテイムすることができません。いきなりテイムするっていうことはできないので、ご注意いただければと思います。ということで、レベルを105にしてみました。そして、ここにデイノスクスがいます。敵対されていると手渡しすることはできません。サボテンスープとかでもいいんですが、ギリー装備の方が楽だと思います。ここでギリー装備に切り替えます。ということで、ギリー一式に切り替えました。比較的、索敵能力は高くはないようので、一回切れてしまえば大丈夫です。ある程度近づくことはできます。ただ、ギリ来てても近づきすぎると敵対されてしまいますのでご注意ください。この状態になった時にですね、近づいて口のあたりで E ボタンを押していただくと与えることができます。ちょっと説明上時間をかけすぎたので、次の機会を待ちます。比較的攻撃的なので、周りに他の生物がいると敵対してしまって、先ほどのモードにならないので、一旦周りは処分してから待っていただいて、口を開けたら近づいて、E ボタンで離れるという状態ですね。これを繰り返していくということになります。テイム可能になった時がすぐわかるので、他の普通の手渡しよりも間隔も短いですし、やりやすい生物になってます。最近の生物に関してはかなり手間なものが多かったんですが、今回のデイノスクスに関しては、だいぶテイムがやりやすいものになってます。手渡しの間隔も短いですし、ただ結構動き回ったり、やはり敵対が出てきてしまいますので、ある程度トラップとか固定しといた方がやりやすいかと思います。トラップに関しては次回ご紹介しようかと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。一応隣に立ったら視点を動かしてテイムコマンド出てくるところがあるはずなので、視点を動かして見ていただいて、あまり近づきすぎると敵対されてしまいますので、ほぼほぼ近づいてるんですけどね。そこまで行ったら出てきますので、一応体の方見てないと出てきてなかったりしますので、ご注意いただければと思います。これでテイム完了。一応ですね、レベル150でも強数、キブルで16個、羊肉で61個となります。高レベルだとさすがにいくら短いと言ってもキブルの方が、キブル以外だと結構大変なことになってしまいます。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、モッド生物第3弾として実装されましたデイノスクスの徹底解説をお送りいたしました。かなり攻撃的な面もあるんですが、ダメージ軽減など耐久力にも優れた戦闘生物となっておりますので、キブルテイムなら高レベル難しくないかと思いますので、ちょっと羊肉61個手渡しはなかなか大変なことになるので、倍率上がってる時ならまだできるかとも思いますし、キブル U なので比較的作りやすいかと思いますので、ぜひテイム厳選頑張ってみていただければと思います。カラーの統一も3色なので、比較的やりやすいかとは思いますので、ただ、サマーバッシュが終わったので、次ですね、おそらくですが、ハロウィンまでイベントカラーないところにはなってきますので、変異出しで変異カラーで色を揃えていくか、ローカルの方ならイベント適用できるんですが、公式では待つしかないというところになってきますので、あとアベレーションで選手として登場するかどうかが期待されるところかと思いますので、9月どうなるか楽しみですね。一応ですね、ケツアルに関してもつかめなかったので、運搬としては直接移動するか、
もしくはトランスミッターなどでボス戦行くかなどにはなってくるかと思いますので、一応低温冷蔵庫を作ってターミナルの近くに設置してポットから出すっていう手段も一応ありますが、なかなか運搬は大変なところになってきます。それも含めて戦闘面、ボス戦ですね、かなり有効的かと思いますので、集めてみるのも一つです。ちょっとブリードをいっぱいするとなる体でかいんで大変なことになるんですが、長いんでね、尻尾とかめっちゃ邪魔になると思うので、配置を考えないといけないところは出てきますが、頑張ってみるのも一つです。次回ですね、なくてもいいんですが、トラップで捉えていただいた方が楽だったりすると思うので、その辺ですね、ご紹介できればと思いますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。